皆様、こんにちは。ご存知の方も多いと思いますが、埼玉県の大宮市には、大宮盆栽美術館というところがあります。そこで、盆栽のもみじを撮影してこようと思ったのですが、思っていたより少なくて、今日は3本くらいしか展示されていませんでした。おそらく、季節によって、展示されている盆栽が変わっているのだと思います。数年前に来た時と、今日の盆栽は、もみじも含めてだいぶ違っていたような気がします。多分、昨今の猛暑のせいで、もみじなどの盆栽は、暑すぎない安全な別の場所で管理されているのかもしれません。ちなみに、今年の春にリニューアルしたようなのですが、どこが変わったのか、鈍感な私にはよくわかりませんでした。というわけで、もみじは、サクッとご紹介するくらいにして、残りはついでに撮影した小白盆栽など、もみじ以外の盆栽も簡単にご紹介いたします。この大宮盆栽美術館は、JR 宇都宮線のトロ駅から徒歩か、車の場合は、裏に駐車場もあります。その裏の駐車場には小さい盆栽のお店もありますが、9月4日まで夏休みだそうです。なお、室内に展示されているエリアは撮影は禁止ですが、屋外のスペースなどは自由に撮影することができます。今日は、水の石と書いて、水石という石を飾るイベントを開催していました。石や鉱物には未知なるパワーが秘められていることは信じていますが、石そのものの美しさというものが、私にはまだ理解できないので、ほとんど見ませんでした。庭園に出ると、いろいろな雑木盆栽があります。寒冷車という遮光ネットが張られていました。遮光といっても、完全に日陰になるわけではなく、50% くらい太陽光を遮光している状態だと思われます。我が家のもみじの遮光具合と同じような感じでした。今日の気温は、だいたい36度くらいあって、暑いので、見学に訪れる人も少なかったです。お待たせしました。これは、樹齢80年の山もみじです。とても丁寧に管理されて、愛情を込めて、大事に育てられてきた、というのが、よくわかります。学名のところに、エイサーパラマタム、と表示されていますが、これだとイロハモミジになってしまうと思います。山もみじであれば、学名は、エイサー松村へ、ではないかと思います。まあ、大した問題ではありません。知らんけど。こちらは、樹齢90年の制限です。今日唯一の園芸品種です。一般的な制限より葉っぱは小さめです。それはきっと、限られた鉢の中で、長い年月をかけて持ち込まれ、手塩にかけて育てられたからだと思われます。素晴らしい一品です。植木鉢のところに、いくつか置いてあるお茶のティーパックのようなものは、観光性の肥料ではないでしょうか。植木鉢も木製の台に、紐でしっかりと固定されていて、風が吹いても倒れないようになっています。観察するほど学ぶことも多いです。樹齢120年の山もみじです。香料という名前が付けられていますが、これは、もみじ自体の園芸品種の名前ではなく、この盆栽の作品名のようなものだと思います。この盆栽が作られてから120年の間、様々な人から人へ受け継がれて、大切にされてこられたと思うと、感慨深いです。このもみじは、中央の池のところに置いてあったものですが、まだ作られて数年の盆栽です。プレートがついていませんでしたが、多分イロハモミジ系の舞姫とか、織姫あたりの品種かもしれません。吹き流しの形に作られているようですが、苔や石などが調和していて、風情があります。こちらは、樹齢60年のカエデです。つまり、トカエデになります。これは、盆栽でいうところの直管という形になるのでしょうか。粘りを持たせるために、下の幹にどこかの枝を呼び継ぎで癒着させて太くしたんじゃないか、なんて、勝手に想像しました。葉っぱが本当に小さくて可愛いです。今日、
展示されていたもみじの盆栽は以上です。あとは他の盆栽も撮影しましたので、よかったらご覧ください。樹齢350年の神柏です。作品名は北斎です。神柏は、陣とシャリという木が枯れた部分をあえて残して古木感を出すのが特徴です。まさに詫びとサビが表現された芸術です。こちらは樹齢380年の神柏です。作品名はありませんが、陣とシャリがありながら美しい樹形です。樹齢60年のヒノキです。株立ちという形で小さな森のような雰囲気があり、とても素晴らしいです。樹齢300年の図書です。触ることができないので確認できませんが、触ると痛そうです。葉っぱも細かくて、何かと管理は大変そうです。陣シャリもありながら、葉っぱもたくさん茂っています。樹齢150年の五葉松です。なんといっても、苔順が素晴らしいです。どうしたら、こんな素晴らしい苔順ができるのか不思議です。樹齢380年の五葉松、作品名は平安です。最後にご紹介するのは、樹齢500年の五葉松です。作品名は、千代の松です。木の高さも160センチもあり、横幅は2メートルくらいある大きな盆栽です。このような映像ではなく、実際、目の当たりにすると、その迫力に圧倒されます。いい意味で、とても、でかすぎて、やばいです。庭の中心には池があり、遮光されているわけではないので、暑さに強い松などの盆栽が多いです。ところどころに霧を出すミストが設置されていました。それに加えて、スタッフの人が頻繁に水やりをしていました。やはり、この暑さでは朝晩の水やりだけでは間に合わないのかもしれません。この大宮盆栽美術館の近くには、盆栽店がいくつかあります。また、毎年5月の初めには、大宮盆栽祭りが開催されて、たくさんの盆栽が売られています。今年は行っていないのでわかりませんが、毎年、もみじの園芸品種を挿し木内で売っているユニークなお店なども出ています。今回の動画は以上です。ご視聴いただき、ありがとうございました。